こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、縛りの関係でダイヤと金を求めて地上をさまよい、村とピラミッドを発見しました。飢え死にの危機は乗り越えましたがダイヤツル橋までの道のりがまだ遠いです。早くも順調にグダグダしてるわね。というわけで、ここは村やピラミッドでダイヤを集める作戦は本投げ、地下の私のダイヤ運にかけてみることにしました。前作も前々作も地下に潜った直後にダイヤ見つけているので、今回もあっさり見つかるでしょう。まあダイヤ運だけはいいものね。さて問題はダイヤを見つけた後にどう採掘するかですが、クリーパーに頼らず TNT を使います。今回のプレイはハードコアなので、さすがにクリーパーに頼るのは怖いです。沸かせるのも一苦労だものね。ただ一つ懸念材料が、私は TNT をほとんど使ったことなくて、特性を知りません。9個あるので試しながらやってみます。地上に戻ってきたら、馬がいなくなりました。まあいいか。懸命にもテリーに付き合いきれず逃げたのね。どこか近くにいるでしょう。それより砂利探しです。砂利は近くで無事に見つけたのですが、洞窟が近いです。掘ってる時にクリーパーが出てこないかヒヤヒヤします。お、ようやく火打ち石を入手できました。ここまでは OK です。あと地下に潜る前に、インベントリがきついのでいくつか不要物は処分しておきます。骨まで捨てるの？人参育てられたのに。どの道後で村によって補充しますし、金の人参は腹持ちいいので量産体制整える頃まで持つはずです。さて、ではダイヤ目指して地下に潜ります。今はまだダイヤツル橋群の入手だけが目的ですし、風車型は使わず枝掘りします。手持ちの原木数では松明の使い回しが必要かもしれず、直線の方が楽そうです。そういえばまだ松明持ってなかったわね。村で結局木炭作らなかったし。TNT のテストを兼ねて、地下で石炭鉱石を見つけて爆破します。それでかまど分の丸石も集まるでしょう。さすがに暗い。1ブロックだけ開けておきましょうか。子供ゾンビの入り口作ってあげるのね。もし声がしたら慌てます。さて掘り始めて3分で早速石炭見つけました。爆破してみます。と言っても起爆して階段駆け上るのは危ないので、少し先に掘り進んで壁にくぼみを作りました。この程度で爆風届かないのかしらね。さて、結構ドキドキしますけど。どうや？あれ消えたかな？何をお約束してるのよ。起爆から爆破までこんな時間かかるとは。少し危なかったです。でもまあ石炭初入手です。丸石は6つでかまどまで足りず、もう一爆破が必要です。ともかく、松明を。やっぱり明るいとホッとします。さて次ですが、ちょっと回避時に引っかかりそうですから慎重に。ずれたかも。いや多分無事起爆できています。ここまで爆風届いてるわよ。まあともかく、やっぱりアイテム化されてるの少ないです。TNT はクリーパーより爆発力が1多いので、クリーパーの爆破よりアイテム化率が低く4つに1つでしょう。そうすると4倍必要だからダイヤ12個見つけないとならないのね。運が普通なら。3鉱脈は見つけないと。でも廃鉱掘り当てと比べたら楽勝です。さて、ようやくこれでかまどが作れます。が、設置したらまだ回収できません。回収はダイヤツル橋入手してからになるわね。で、燃料は棒にしてしまいましたがこれは勘違いで失敗でした。後で調べたら棒は木材の3分の1の時間で燃え尽きるんですね。でもまあ、今回は最初から原木取り放題で、ちょっとした贅沢気分です。さて松明をワンスタック確保したし、しっかり湧き潰ししながら岩盤に向かいます。
そういえばまだ岩盤ずっと先なのよね。階段状に掘り下げてるので、直下掘りと比べて3倍掘る量があるんです。まあ蓋しておきます。リスクを冒す必要ありません。さらに12分経過したところで今度は鉄鉱石を見つけました。ちょっと悩ましいです。あと4つ手に入ったらダイヤツルハシの村人取引が使えるようになるんですよね。なんだかんだ地下のダイヤと村人取引の両天秤なのね。でも、アイテム化率が4分の1なんでしょ。4つ入手は厳しくない？今まだ TNT の数に余裕あるので、運試ししても損はないと思います。あれ、ない？鉄鉱石がないです。まあ 32% の率で4つとも鉱石がアイテム化しないことも。うへぇ。で、今度はと言いますと、またも鉄鉱石のアイテム化ゼロでした。鉱石8つともアイテム化しない率は 10% なんですけど。テリーの運なら普通にあり得るわね。いやこれ本当に運のせいで偶然なのでしょうか。TNT から遠ざかるにつれてアイテム化率が高くなるとかあり得る気もしますが。さてようやく岩盤到着ですが、爆破テスト込みで掘り始めてから40分ほどかかりました。そして最上層の岩盤の位置を確認。ここから6段上がればいつもの高さです。と言っても、水バケツと松明と食料があってなお素で掘り、というのは初めての経験で新鮮です。むしろなんでそんなことする羽目になったのよ。別に構いません。松明は8ブロック置きにつけていきます。湧き潰しとしては間隔狭いですが、4歩分掘って進んで、また4歩分掘って進んで松明のようにすると間違えにくいんです。松明使った数で掘った距離がわかるわね。お初でレッドストーン鉱石です。地図と時計分で早めに数個確保したいですがダイヤツルハシ入手までぐっと我慢です。そして松明10本消費、つまり80メートル地点でやっと土を掘り当てました。ちょうど埋め材で困ってたのでよかったです。今まで洞窟は木材で埋めてたんですが、溶岩近いところだと使いづらいんです。普通に燃えるわね。洞窟掘り当ててるし。さて160メートル地点ですが、今度は砂利を掘り当てました。砂利は設置したら落下してしまうので壁埋めには使いづらいですが、土と混ぜて粗い土を作るといい感じです。ちなみに松明で回収した方が早いことに後で気づきました。ところで、肝心のダイヤの方はまだなの？それが出てこないんです。おかしいです。そして240メートル地点です。そろそろほんとダイヤが出てきてもおかしくないのですが、過去のプレイデータに基づくと、ブランチマイニングでのダイヤ鉱脈間の距離は平均約280メートルなんです。ちなみに金鉱脈もほぼ同じでした。つまり半分の140メートルで、普通の運ならダイヤか金の鉱脈が一つ見つかるわけね。今のところダイヤも金もなし、おかしいんです。私はダイヤ掘る運だけはあったはずなのに。ひょっとしてダイヤの物欲センサー作動中なのかしら。そして、280メートル地点です。ついに掘り抜いてしまいました。高さ縛り規格では約7キロで掘り抜いた廃鉱を。やっちゃったわね。今は廃鉱の物欲センサー無反応だものね。まさかこの後要塞掘り当てたりしないですよね。嫌な予感がします。というわけで、松明を回収して今回はここまでです。ダイヤツルハシ入手までの目安としては、鉱脈3つで ×3 して840メートルです。素で掘りなら4時間半ほどで掘り切れる距離ですが、今回掘ってみた感じ様子がおかしいです。まあせっかくなので最低でもダイヤ1つはゲットしたいのですが、ダイヤの反応悪すぎたら村人取引作戦を再検討した方がいいかもしれません。
ともかく頑張っていきます。パート3にもなってまだダイヤゼロではさすがにね。それではまたね。バイバイ。